土曜朝8時はウェイクアップ。昨日から京都で開催されている日本最大級のインディーゲームの祭典、ビットサミット。インディーゲームとは、個人や小規模な会社などで開発されたゲームのこと。業界の未来を担うクリエイターのアイデアあふれる作品、およそ400本が展示、紹介されていた。ゲーム開発を目指すようになったきっかけを聞くと、スーパーマリオとか、あと昔のそういう探検する冒険するそのワクワク感が、今のちょっとゲームでも活かせたらいいんじゃないかなという。子供の頃にグーニーズという映画があって、たまたまその時それがファミコンで出まして、やっぱり大人になって実際ゲームが作れるようになった時に、その面白さを再現したいなと思って。ちょうど40年前、1983年7月15日に任天堂が発売した家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータ。今も古いソフトを購入しに海外から日本を訪れる人も。古いソフトは特別だよ。メキシコではとても高いんだ。ドラクエフィそう、クラシックゲームは今のゲームはないのことがありますので、かっこいいと思います。ゲーム情報誌ファミ通はおととい40周年の記念特集号を刊行した。ファミコンの魅力について、カセットを入れ替えることによっていろんなゲームが遊べる。スーパーマリオブラザーズが生まれたりとか、ドラゴンクエストが生まれたりっていうか、家庭用ゲーム機のファミコンオリジナルのソフトが、新作がどんどんヒットしていった。大丸梅田店にある任天堂大阪。訪れた客にファミコン40周年について聞くと、物心ついたインベーダーゲームからやってた口なので、家でできるっていうのはすごいなっていうのはありました。未だにゼルダの伝説やってます。弟とツインビーを赤と青でずっとやってた覚えが。40年前っていう年月の長さがすごい日本の技術というか、その素晴らしさを感じます。かつては花札やトランプが主力商品だった任天堂。1980年、携帯型ゲーム機ゲームウォッチを発売。1983年7月15日、ゲームカセットを差し替えることで遊べる、それまでになかった画期的な家庭用テレビゲーム機ファミリーコンピュータを発売。世界中で大ヒットした。社会現象になったソフトも登場。ドラゴンクエスト。シリーズの発売日には長蛇の列が。こちらの映像は1986年に任天堂で撮影された貴重なもの。スーパーマリオブラザーズに登場するキャラクターの原画だ。小さい四角のマス目に一つ一つ色をつけ、組み合わせてキャラクターを表現。プログラマーが巧みにプログラミングして、ゲームの画面上で生き生きと動かす。こちらはゼルダの伝説シリーズ第1弾を開発中の様子。デザイナーがキャラクターを描いていた。マップがね、ちょっと大きすぎるんちゃうかという意見もあんねんけども、新しい街へ行ってそこの地図をだんだん自分で歩いてとか自転車に乗ってね、究明していくような楽しさが欲しくて、あんまり狭いと楽しさがないな。遊び心が楽しいゲームを生み出す原動力だ。どうかな、おかしい。ファミリーコンピューターになって初めてテレビに映るだけではもう古くてですね、作る人たちの素養、それから見る側の素養にもそういうものの知識とかね、それから感性っていうのが非常に重要になってきてるなと思いますね。ファミコンの後、スーパーファミコンやゲームボーイを発売。そのゲームボーイで登場したソフトがポケットモンスター。ポケモンはマリオに続き世界で大人気に。
こちらは専用のアイテムタグを使用して遊ぶことができ、ポケモンとのバトルで新たなタグを得ることができるゲーム機だ。おー、すごいね。何これ？何？その任天堂にも一時冬の時代が。2011年度から13年度まで3期連続で営業赤字に。これは経営陣の責任は一定以上当然重いものだというふうに思っております。家庭用ゲーム機 Wii U の売り上げが伸びなかったことなどが業績不振の原因だと説明した。その同じ時期、スマートフォンなどで遊ぶオンラインゲームが業績を伸ばしていた。苦境からどのように復活を遂げたのか、その鍵は、大丸梅田店にある任天堂大阪。好きなキャラクターを聞くと。Mario. Do you like Mario? No. Luigi. Luigi. Pikachu. ピカピカチュウスプラトゥーンのマグネットみたいなやつを買いに来ました。一時営業赤字に陥った任天堂。しかしその後回復を見せる。牽引したのは2017年に発売した任天堂スイッチ。先月の国内販売台数はおよそ38万台。任天堂スイッチの6月における過去最高記録を更新しました。売り上げを押し上げた要因の一つが、ゼルダの伝説シリーズ最新作のヒット。発売からわずか3日で全世界売り上げ1000万本に。さらにゲームの枠を超え、2年前遊べる施設が誕生。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにスーパー・ニンテンドー・ワールドが作られたのだ。ゲーム機では国内のライバル企業ソニーが1994年にプレイステーションを発売、進化を続けている。さらにアメリカの IT 大手マイクロソフトが2001年 Xbox の販売を北米から開始した。今後はソフトの開発競争が激化すると専門家は指摘する。80年代、90年代の日本のゲーム市場っていうのがそもそもものすごく強かったんですよね。で、その状態が、ある意味本当に世界競争になって、でその中で日本の地位が、昔と比べるとちょっと下がってきたと。やはり AI だとかいろんな技術が出てきていますけれども、そういった新しい技術を取り込んだゲームっていうもの、そういったものがまたバッと世界を塗り替える瞬間っていうのが、どこかのタイミングで必ずあるので、その瞬間をどれだけうまく捕まえられるかみたいなことは、一つ大きな起爆剤として期待できるのかなと思っています。